白い羽の2羽の赤ちゃん。兄弟ではありません。事情があって、親鳥が育児をやめてしまい、私が保護しました。その時、ノーマルブルーの男の子が来てくれて、赤ちゃんのお世話をしてくれたのです。この男の子のお話は2年前に遡ります。我が家にとっても仲良しの夫婦がいました。お父さんの名前はてる、お母さんの名前はみかんと言います。この夫婦の間にたくさんの子供が誕生しました。お母さんのみかんは子供たちを大切に育ててくれました。お父さんのてるも子育てを頑張ってくれました。大切に育てられた子供たちはみんな仲良しでした。子育てもベテランになってきた夫婦は、この子たちが巣立った後、子作りをやめました。と言っても仲良し夫婦。いつも一緒にいて、夫婦の時間をのんびり過ごしました。この時に、テルがある行動に出ました。それは、小さな子を見つけると、寄り添い、お世話をするようになったのです。自分の子供ではないけれど、不安がっている子や、一人でいる子に近づいて、寄り添ったり、一緒に遊んでくれました。そして子供たちはテルのそばに集まるようになり、テルはみんなのお父さんになりました。それから半年が経って、みかんが新しいお家を見つけ、子作りの準備を始めました。テルはずっとそばにいてくれました。そして可愛い赤ちゃんが誕生し、大切に育てました。しかし、トラブルが発生しました。他の女の子が巣を奪ったのです。お家にいた小さな子を保護し、私がお世話をしました。小さな子は順調に大きくなり、元気に巣立ちしました。我が子の成長をそばで見ていたみかん。私がお世話をしていたので子育てができなかったけど、ずっと子供の心配をしてくれていました。ずっと子供の成長を見守ってくれていました。そして元気に巣立っていく姿を見ていてくれていました。この数日後、みかんは天国に旅立ちました。突然、みかんがいなくなり、元気がなくなったテル。どこを探しても呼び続けてもいない。だんだんテルの体が痩せていきました。けど、テルがお世話をしていた子供たちが寄り添ってくれて少しずつ元気になり、食べれなかったご飯も食べてくれるようになりました。みかんのためにもいつもの元気な姿に戻ってほしいです。お話は最初に戻って小さな子のお世話をする男の子。そう、この男の子はテルとみかんに大切に育てられた男の子。立派に大きくなりました。そしてテルお父さんのように不安がっている小さな子を見つけると寄り添ってくれて、みかんお母さんのように優しくお世話をしてくれました。ノーマルブルーの羽の色だけではなく、両親の優しさを受け継いでくれました。この男の子にはまだ彼女がいないけど、彼女ができ、子供が生まれたら、優しさに包まれた家族になると思います。なってほしいです。そして、優しさに触れた子供たちも、受け継いでくれると信じています。